シャーシを印刷しながら編集しながら書き出しながら作りながら準備期間は2ヶ月もあった。どうしてこんなことに。すべてはあなたが決めたことです。クローラーマグナムの動画が完成した。次は制作中のルール無用マシンに注力だ。庭からさん、いきなしこんなメッセージが。何々。今年のニコニコ超会議の超ニコ4区にご出演しませんか？超ルール無用も今年で4回目。この時期が来たか。だから今私はそれを作っています。そうじゃないんです。ルール無用勢とミニ四駆チャンピオンがタイムを競う究極の異種格闘技戦、超ルール無用スーパーグレートニコニコカップを開催します。なんだって。添付資料もありました。これは壁走り。おいおいおい。突風？これはやばい。つまりルール無用コースということですか。ワクワクムッド。もちろん参加しましょう。大丈夫ですか？超会議までにやることはこれらになります。まだ2ヶ月あるので余裕です。フラグになりませんよ。困った。いろいろやってたら残り1ヶ月。なんかすっごい増えてる。気づいたらこんなことに。気づく前に気づけ。ですが1ヶ月でマシン1台を作れば大丈夫です。私の制作速度ならいけます。マシン制作の工程はこちらです。マシンの構成を考えます。攻略セクションのピックアップ、大型バンク、壁走り、逆風、レーンチェンジ、ジャンプ、この5つです。目標は絶対に完走させることです。出場するルール無用勢はためにならない3と庭からだけ。大きなプレッシャーですね。まずは逆風対策を考えます。ブロワーで強風が送られてマシンは吹っ飛ばされました。ルール無用マシンは軽いのでなおさら強風に弱いです。それでは重くしますか？ルール無用マシンらしく設計の柔軟性を生かします。試作1号です。今回も特徴的な形です。風が当たる面積を減らして逆風の影響を低減させます。いや待てよ、穴を開ければさらに風が通るのでは。試作シャーシ2号です。これなら走行時の空気抵抗も減る。ルール無用 JCJC タイムアタックにも使えるな。まさか追加で作るとかは。実は超ニコ4区2日目の超ルール無用 JCJC も私は参加します。マシンは去年の最速と10倍モーターで行くつもりでしたが、2台とも新マシンで行きたい。だから作ります。こうして増えていくのか。設計の変更が少ない JCJC マシンで実験をして結果をフィードバックします。この実験により風に対しての開口の効果が明らかになりました。グッドです。逆風対策は開口で確定します。次はどうしますか？壁走りを対策します。これ対策するの実際に走らせないと無理な気が。お店を調べましたがさすがになさそうです。あってもルール無用マシンを走らせるのはルール無用です。困ったな。しょうがない。作るか。やることが増えるばかりです。ですがここが攻略できないと目標である完走は不可能です。壁走りへの移行部分をモデリングしていますが思ったようにいきません。迷走しています。作り方がいくつもあるのですが、どの手法で作られているのかがわからないです。本番との差異が大きいと意味がないです。生放送特番で映像が追加されそうです。それまでに JCGC マシンを設計完了させて発注します。発注完了です。さらにグレートマシンのモーターを選定します。候補は10208520ブラシレスモーター、10倍モーター。10倍モーターについては松水さんのご協力で 20m ストレートを走らせられたので見てみましょう。怖い。とてつもない衝撃が来ました。スロー。この威力をあのコース上で制御するのは難しいです。さすがにやめましょう。コアレスモーターはどうします？1020モーターを採用します。トルクよりかつ発熱も少ないからです。2つのモーターが残りました。とやっている間に生放送特番が始まりました。理解しました。逆風セクションの解説動画も公開されました。最大風速 30m 毎秒。強すぎる。ブラシレスモーターマシンが押し戻されています。さらに床にはツルツルテープ。モーターは1020に決めました。壁走りセクションのモデリング完了です。印刷します。組み立てます。できました。壁走りセクションです。これで壁走りセクションは完了ですね。ということで検証専用マシンを作って方向性を定めます。増やすな。2日でできたからセーフ。どういうこと？検証を進めましょう。検証によって壁走りから戻る時が難しいこと、床走りになるとコースに戻れない可能性があること、減速するとうまく走れること、ファンのご利用しができないこと、これらが判明しました。想定とは大きく違っていたのでやってよかったです。次はこの結果をグレートマシンにフィードバックですね。その前に壁走りの動画を編集します。
さすがに動画は超会議後でも私のポリシーです。編集していたら残り半月。グレートマシンも進めます。壁走りは減速で攻略します。そして減速であればレーンチェンジもジャンプも攻略できます。最後のバンクはどうしますか？ 1020モーターのダブルでトルクを増します。加えて減速を電子制御で行います。減速ってバンクに関係ありますか？一般にはマシンの前後にスポンジブレーキを貼ります。これでジャンプなどの坂を通過する際にブレーキがかかります。ただしこれはバンク入り口でもブレーキになります。ブレーキが強すぎるとバンクが登れなくて、逆に弱すぎると他のセクションでコースアウトということですか？電子制御で特定のタイミングでのみ減速させます。構成完了です。回路製作に進みます。外形を大まかに決めます。今回のマシンは風対策で前方投影面積を小さくします。そこで幅をモーター分だけにするため細長い回路にします。電子部品の配置を決めていきます。部品の大まかな配置が決まりました。配線をしていきます。いつもであれば配置の時点で配線も決めていますが、今回は細い回路で勝手が違うので配置も修正しながら配線をしていきます。ソフトが落ちました。でね、戻りは10分程度の作業だったので助かりました。配線を進めていきます。幅が狭くてむずい。結構配置も修正していますね。配線が終わります。最後にグランドを塗りつぶします。残った未配線箇所をつなげていきます。実装基板図完成です。発注に進みます。PCBA アイコンをクリックします。基板発注画面に遷移します。基板プレビューでチェックします。念のため ZIP ファイルをダウンロード。オンラインガーガービュアにそのファイルをアップロード。より詳細に確認をします。バッチリです。発注画面に戻り発注の設定をします。両面基板なので素材を無料でアップグレードできます。次に基板の厚みは 0.8mm にします。他はデフォルト。製造番号だけ削除しておきます。メタルマスクも発注します。表面実装部品の判断がやりやすくなります。枠なしメタルマスクにします。配送方法は安くて早い OCS にします。カートに追加して発注完了。の前にもう1枚の基板も作成します。まだあるのか。そして何の基板ですか？こちらは赤内線送信ビーコンです。また作るものが増えた。このビーコンを設置して減速ポイントを指定します。いつもの色検知ではないのですね。色が多くコースも長すぎるので5検知の可能性が極めて高いです。乾燥のためにも安定して検知できる赤外線ということですか？実装基板図完成です。同様に PCBA で発注をします。基板到着待ち時間で JCJC マシンを完成させます。 UEC イヤロブレイカー完成です。気になるタイムはまさかの 1.5 秒台。最高です。無理にでも作った甲斐がありました。これで超ルール無用 JCJC に臨めます。新マシン制作はこれで完了ですね。まだです。動画を出すんですよね。分かってきましたか？止まらないということが。動画を投稿しました。残り5日。メーカーチップの量産もしています。どういうこと？クリクロメンバーがモデリングしたチップです。素晴らしい出来なので私の展示体験者にも配布します。それは大事です。残り5日間なのでタスクを整理しましょう。進行中はグレートマシン制作とメーカーチップ量産。壁走り動画編集は一時停止。未着手が展示準備。グレートマシンは構成決め以外は未完了。このタスク量で残りは平日のみ。不安とプレッシャーで吐きそう。限界では全ては自分が決めたことです。絶対にやりきります。グレートマシンのモデリングをします。試作シャーシ3号です。シャーシは分割式にしてカーボンドットで左右をつなげます。開口はやめたのですか？新しく思いついた方法になります。接毛をカーボンドットにすることでさらに面積を減らす作戦です。印刷部分も減るので印刷時間の短縮にもなります。試作シャーシ4号です。部品のはまりを確認します。ベアリングが入りません。モーターは入りました。バッテリーはきついです。試作シャーシ5号です。車軸の穴を六角形にしてベアリングをはまりやすくします。確認。ぴったりフィットです。駆動の噛み合いもグッドです。シャーシサイドにはマスダンパーを装着します。壁走り中に床に干渉しそう。考え直します。カーボンロッドを差し込んだ時の合成を確認します。弱い。構成を変更します。展示準備も進めます。板1号です。板2号です。板にバックブレーダーを乗せます。アクティブサスペンション体験完成です。絵に乗せて体験ができる。これは喜ばれるでしょう。壁走り攻略の追加検証と編集も行います。モデルも改善し続けます。基板実装を進めます。15日発注で21日に届きました。本当にこの速さには助けられます。この速さ込みでタスクの優先順位決めてますよね。信頼の証です。美しい。癒されます。現実逃避なメタルマスクを乗せるために残りの基板で台を作ります。同じ基板を使うことで高さを合わせることができます。しかし今回は基板が細すぎて台にならないです。台を印刷しました。メタルマスクの位置を合わせます。
ハンダペーストを塗ります。ランドに塗り広げます。オープン。バッチリです。表面実装部品を乗せていきます。すべての部品を乗せ終えました。基板が長くてホットプレートからはみ出ます。うまくいくかしら。190度に熱してリフローします。プレートからはみ出た箇所も問題なくできてよかったです。リフロー完了です。スルーホール部品をハンダ付けします。FET を差し込みます。バッテリーソケットを差し込みます。ピンソケットを差し込みます。可変抵抗を差し込みます。ハンダ付けします。赤外線センサーを差し込みます。ハンダ付けします。足を切ります。基板完成です。導通チェックも一発成功。これが発注プリント基板の強み。ひとまずホッとしました。展示準備をします。ブロッケン G の配線を整えました。ハンマー G クラッシュ、ジャミング RG はそのままで大丈夫。バックブレーダーは済ませてあるので、これで展示準備完了です。10倍モーターマシンはこの時に破損したので修理しました。メーカーチップの量産は展示配布用に青白が70枚、せっかくなので物販組のおまけ用に緑黒も130枚印刷しました。メーカーチップ量産完了です。時間はないですが終わりが見えてきました。正直間に合うかはかなり怪しいです。なので最終日の今日は仕事を半休にしてスパートをかけます。いや有給トレシ取れたら取ってます。試作シャーシ12号です。サポート材の除去時にトラスが折れました。形状は開口ステーで左右をつなげるものに戻しています。せっかくなのでトラスを除去します。いきなしどしたしトラス折れでどの道使えないのでトラスなしでどの程度の合成があるかをチェックします。合成チェック。ステーは厚めにしてあるのでそれなりです。試作シャーシ13号です。サポート材をマルチマテリアル印刷することで取れやすくしています。取れやすい。初めてやりましたがこれはグッドです。手なんか割れてます。ビルドプレートから離す際に持っていかれたようです。廃校ステーではちょくちょく発生します。このシャーシで確認したいことはあるのでサポート材は除去します。お経ステを差し込みます。合成チェック。廃校ステーの破損がありますが合成はグッドです。最終版シャーシを印刷します。その間に壁走りの編集を終わらせます。動画を書き出します。その間にビーコンの筐体をモデリングします。時間がないので最低限のものにします。基板の保持、バッテリーホルダーの保持、固定突起、要素はその3つです。穴位置を出したのでテスト印刷をします。スライサーソフトにモデルを読み込ませてスライスします。印刷します。その間に書き出した動画を確認します。編集ミスがあったため再編集して書き出します。その間にビーコン基板を実装します。抵抗を差し込みます。 LED を差し込みます。ハンダ付けします。ビーコン基板を実装しました。赤色 LED1 つと赤外線 LED2 つを搭載しています。赤色 LED は目視で確認するためのものです。赤外線は見えませんからね。ビーコンテスト筐体を取り出します。スペーサーの高さが足りないです。穴位置と収まりは問題ないです。モデルを仕上げます。印刷します。その間に壁走りの動画投稿を終わらせました。これでタスクは残り1つ。よし、残りはグレートマシン。いけるぞ。目標はあと6時間で終わらせて24時には寝ることです。プログラムを書き込みました。動作チェック。センサーが赤外線光を検知すると基板上の青色 LED が光ります。光らない。感度を調整しました。光りました。グッドです。と思ったのもつかの間、想像以上に可視光への反応があります。赤外線センサーなのにマジか。勘弁してくれ。センサーを取り外します。昔から使っている赤外線フォトリフレクターからセンサーを取り出します。動作チェック。赤外線に反応。可視光には相当強くないと反応しなくなりました。解決です。ビーコンを量産しますが抵抗が足りないです。代替品を探します。元が47オームなので近ければ良いです。あった。51オーム。ハンダ付けします。LED もスイッチ、バッテリーホルダー量産したので動作チェック。つかない。明かりを消します。うっすらと赤色に光っています。もしかして。いやまさかね。51オームの R じゃなくてつまり51キロオームですね。進もう。それだけです。抵抗を取り外します。ですが代わりの抵抗はどうしますか100オーム抵抗を使います。赤外線弱くなりませんか並列接続で抵抗半分。これで50オームになります。穴を広げます。抵抗を差し込みます。動作チェック。光りました。これで解決です。基板量産完了です。すべてのビーコンが完成しました。今は20時半。間に合う気がしてきました。最終版シャーシです。
カーボンステをチョーク、スティックスにします。ベアリングを脱出します。ゆとりオイル塗り塗り、ホイールを印刷しました。タイヤ取り付けジグを使います。ホイールにタイヤを取り付けます。タイヤ完成です。シャフトをチョップ、スティックスにします。モーターを接続して動作チェック。止まりました。軟化再始動しました。赤内線を検知すると1秒間停止して再始動、もしくは停止中に再度赤内線を検知すると再始動します。それいります？セクション通過後にビーコンを設置することで再加速を早めることができます。ビーコンが5つだったのはこのためですか？最終版シャーシを取り出します。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。バッテリーを搭載します。基板を搭載します。カーボンステを差し込みます。ベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。シャフト留めを取り付けます。スキットローラーを取り付けます。マスダンパポールを取り付けます。留め具を取り付けます。マスダンパーを取り付けます。留め具を取り付けます。ミラーリングします。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。ミラーローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。赤内線コントロール逆風無効シャーシ。マシン名は IRC エアロブレーカーです。空気が抜ける開口は逆風を軽減します。赤外線減速ポイントを検知します。開口により風が抜けるかを確認します。よすけさんの自作フード。すごすぎる。マシンのフロントを見ると一番下の気流がそのままマシン内部へと流入しています。通常は円弧のように気流はマシンに沿います。板の部分も薄いので2列目の気流の動きも少ないです。斜めから見ると気流がマシン内部へとそのまま流入していることがわかります。目視できるお金で分かりやすい。まさに一目瞭然です。時系列を戻します。動作チェック。コース上での赤外線検知を確認します。あれ、これ変じゃないですか？センサーが横向きについています。つまりマシン側面からの赤外線を検知、上からの赤外線は検知できないですよ。だから横にしたのです。どういうこと？走行はニコニコ町会2内のイベントスペースです。機材の赤内線や照明の光などの外覧が多いと考えられます。そんな中センサーを上向きにしてこの巨大コースを走るとすると、もはや外覧を受けない可能性の方が低い気がします。だからセンサーは横向きにしています。理由は分かりましたが、これでは検知したい赤外線も検知できないのでは？このコースレイアウトに限りそれが可能です。コースレイアウトが関係。ビーコンを壁に接触させます。壁は薄い白色のプラスチックであるため光を透過します。赤色の光がぼんやりと見えます。つまり波長の近い赤外線光も透過すると分かります。ですがコースレイアウトはどう関係しますか？ブレーキポイントはこれらです。全てに共通点があります。より分かりやすくピンポイントにします。さらにマシンの進行方向、これで共通点が見えてきます。わかりました。減速ポイントはすべて第3レーン。進行方向右側がスペースになっています。そうです。だからこそ壁にビーコンを設置できるのです。中間の第2レーンではコース上にビーコンを置くことになる。第1レーンではセンサーが両サイドに必要になる。レイアウトを活用したマシン構成だったのですね。机上の空論でないかを確認します。壁越しの赤外線を検知すると青色 LED が光ります。よし。すべてのビーコンで壁越し赤外線を検知しました。完璧です。ここまでうまくいくと気持ちよすぎる。キモい。さらにこの方式では赤内線ビーコンを瞬時に脱着できるメリットもあります。時間制限ありますからね。走行チェック。壁走りセクション。ビーコンはここ。モーターオン時は青色 LED が光ってオフ時は消えます。5。突破スロー。ビーコン直前、ここでは LED が光っています。通過直後に光が消えました。モーターがオフになり減速しながら壁走りを通過します。床復帰も成功。これで壁走りは攻略できました。次はレーンチェンジ。ビーコンはここ。5。完璧。スロー。こちらも LED が消えていて減速がわかります。検知精度もバッチリ。これで本番に臨めます。ついにブレートマシン完成です。間に合わせたぞ。今は3時。出発まで3時間です。早くパッキングしてね。印刷します。どういうこと？てかこれ何？ビーコンです。Twitter でコース設営の画像を見たところ、ジャンプ後のストレートの長さが思っていたより短いことに気づきました。減速ポイントはここ。その前がロングストレートなこと、マシンのスピードが速いこと、これらを考えると感覚上吹っ飛びます。
そのため減速ポイントを手前に移動します。ここって中間レーンで壁にビーコンは設置できないですよね。なのでブリッジを作って、そこから壁に対して赤外線を照射、反射光で減速ポイントを検知します。大変に気分の悪い構成ですが、乾燥を重視します。目標は完走ですからね。パッキングも終わったので寝ましょう。本当にこれでいいのでしょうか。いいので寝ましょバンクが登らなかったら、う。寝ましょう。風が攻略できなかったら、走行回数は3回、全て同じところで止まることになります。それは許せない。だからもう1台作りました。逆風変換式ダウンフォースマシン。マシン名は甲虫です。フロントから来る逆風をファンにより情報へと変換することが狙いです。走行モーターは8毛20としてリスクを分散します。なんかマシンできてる。ブリスムリムリ駆動チェック。スルスルグッドです。残りの時間で10倍モーターのブラシを整備します。予備パーツの印刷もします。ブラシ整備完了です。全てを完了させました。まさか間に合わせるとは。お疲れ様でした。本当に良かった。すぐにニコニコ超会議へ出発します。着きました。まずは練習走行。各チーム5分程度の練習走行が可能です。この時間中にビーコンの設置位置や時間を確認しておきます。減速ポイントはかなり安全めにしています。コースアウトして破損したらおしまいですからね。ビーコン設置が終わったのでマシンを走らせます。怖え、頼むから破損だけはしないでくれ。そうなるとジャンプが一番怖いですね。実は今回のコースレイアウトで一番脅威に感じているのはジャンプです。そのジャンプをクリアしました。もう気をつけ。なんで逆走した。どういうこと。原因は後で見ます。時間があるので壁走り前から再走させます。今度はクリア。次はレーンチェンジ。こちらもクリア。マシンを回収します。何かがポロッと。は？嘘だろ。マシンキャッチでローラーステーが折れた。ミニフロントがポッキリ。これ大丈夫ですか。なんとかするしかないです。ステーの破片からローラーを取り外します。走行まであと2時間くらいです。落ち着いてやれば大丈夫です。車体側に接着剤を塗ります。ステーの破片を押し付けます。破片側には瞬間硬化剤を塗布しているのですぐにくっつきます。くっつきました。ズレもなくグッドです。接着剤を何層にも重ねて補強もしました。これで走行は問題ないと思いますが、ジャンプ後にローラーから着地した場合が不安です。練習走行のリプレイを見るとかなりフロントから着地しています。これでローラーが吹っ飛ぶ可能性を懸念しています。ということで対策しました。予備ローラーです。マスダンパーの下にウレタンローラーが取り付けられています。これによりフロントローラーが消えた場合でも最低限のローラー機能を残します。まさかマスダンパーの取り付け台が活躍するとは。全ての調整が完了しました。走行直前ですね。ところで壁走りの逆走問題はどうしますか。壁走り移行時にマシンがジャンプする形となって床で跳ねてマシンが回転。この現象は自作の壁走りセクションでも発生していました。確かにこの時もマシンが180度回転していましたね。ここは減速ポイントの調整で何とかします。時間が来ました。3番庭からビーコンを設置します。練習の時よりもストレート1枚分手前にしていますね。減速を早めます。他のビーコンも練習時よりも手前にしています。まずは一番の目標である完走ですね。そういえば再加速ビーコンは一発目で完走してタイム狙いの余裕がある場合に取り付けます。それでは走らせます。まずは1走目。安全走行なるか。1周目バンクをしっかり登って、さあじわじわ加速。2周目以降センサーもしっかり働いてるんですよ。高速でありながらセクションをしっかり越えていく。空気も問題なし。ジャンプでガッツポーズが出た。壁マジか。再現性のあるマシンの回転。いやよく見ると同じじゃない。スロー。なんかすごい動き。壁走り移行時にすでにローラーがフェンスを越えています。マシンは壁から剥がれてしまいました。その後勢いで壁に張り付きました。これをどうやって攻略するのでしょうか。時の進みを戻します。どうすれば。まだ勢いが強すぎたのか。減速ポイントをさらに手前にするか。いや待て、手前すぎて壁走り中に再加速したらどうする。それに練習時から減速を手前にしても再発、さらに手前にしたところで解決するのか。ここは逆に奥だ。挙動を大きく変えて状況を変える。これにかけます。2走目頼む。庭から接中スタート。さあここまでは安全走行です。問題があったのは最終ラップの壁走り手前。ジャンプをきっちり収めて、さあここだ。来た。壁を越えて戻ってくるぞ。レーンチェンジを越えて戻ってくるぞ。完走です。よっしゃこれで一番の目標だった完走は達成です。本当に良かった。嬉しすぎる。
タイムを見ていきましょう。タイムはこちら、どうぞ。15秒947。暫定まだ私で第3走者、さあタイということでム感が分かりません。 3走目はどうしますか？時間空中で行きます。エアロブレーカーの減速ポイント変更では大幅なタイム更新は難しいですが、空中はその可能性があります。この後もどれだけのタイムが出てくるか分かりませんからね。15秒台が遅い可能性だってありますし。さあ通電の準備でしょうか。どうだ。いきます。スタート。さあスピード。早すぎ大破です。ここでコースアウトか、最低でもジャンプまでは行くと思っていたので予想外です。フロントを開口にしたことで剛性が減り速度に耐えられなかったのでしょう。 NSK バンクも加速する方向に回転していましたからね。回転と下り坂で加速させた直後にカーブというこのセクションに見事にやられました。本当に隙のないレイアウトです。そして大会の結果は技術賞、独創性を出しながら完走という結果を残したことで表彰となりました。逆風対策の開口形状と5天地対策の赤内線壁投下が評価されました。そしてさらに結果はこのようになりました。ボードお願いします。なんと第3位、嬉しすぎる。2位は NSK さん、1位はミニ四駆チャンピオンの龍一さん。ミニ四駆チャンピオンの凄みを間近で体感できました。パワーソースが違うのに速すぎる。今回は超ルール無用スーパーグレートニコニコカップに参戦しました。地獄のような2ヶ月間を超えて見事に結果を残しました。その後の展示も盛況で素晴らしい超会議になりました。多すぎるタスクでしたが本当に頑張ってよかったです。よく間に合わせましたね。とても成長することができました。マシン製作に関しては PCB ウェイの速さに大きく助けられました。今回の基板は発注から6日で到着。 JCJC のシャーシに至っては3日です。早すぎ。皆さんもぜひ概要欄のリンクから使ってみてください。庭からクーポンで10ドル安くなります。かなりお得です。ところで今回のコース、減速ポイントを最適化した最高タイム、他のルール無用マシンで完走があったのか気になることが残りました。では検証しましょもうコースないですよ。う。だから来ました。KEK チームのモニコースへ。どういうこと？チャンネル登録をして通知を受け取りましょう。メンバーシップ動画では超ルール無用 JCJC の走行分析動画も投稿しています。今回の挑戦が面白かったらいいねハイプで応援お願いします。これからも私は挑戦をし続けます。それではまた、のし。